どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。塩田剛三は上芝森平の内弟子時代、風呂に入られる時は必ず背中を流し、心の動きを早くキャッチして、それに対処する呼吸を得得しようとしたと言います。今回は格闘技漫画ハンマーバキ、その中で合気道を使いこなす達人として描かれている渋川豪樹、そのモデルとして知られる塩田剛三、すでに公開させていただいた第1回では、その合気道との出会いから奇跡的ともいえる技の源、極真空手の創始者大山増達、木村の前に木村なし、木村の後に木村なしと称えられた不敗神話を誇る柔道の木村正彦をも上回る努力、それらについてお話しさせていただきました。今回はその続きとして、その強さを生み出した彼が編み出せし修行法、そして彼の知られざる、さらには有名な逸話まで、その全てをご紹介させていただきたいと思います。塩田剛三は最初に述べたように上芝森平の風呂に同席し、桶を差し出し、言われる前にお湯をかけ、どのようにすれば満足されるか工夫するという、いわゆるあうんの呼吸を意識していたといいます。そして稽古中においては上芝森平の足の運び方をじっと研究するもの、袴を履いているため分かりにくく、必死で目を凝らしたといいます。さらには金魚鉢の口をポンと叩き、パッと散る際互いにぶつからないでどのように避けているのか、尻尾のどこに重心がかかっているかを観察するということもし、なんとそれは10年間にも及んだといいます。他にもドアの上に棒を吊り下げておいて、落ちてくるものを避けたり、人混みの中をぶつからないようにスイスイ歩いたり、上島森平が亡くなられた後は犬を師匠と思って修行を続けたりもしたという。ここまで来るとちょっとどうかしてるなと思いますけど、特に塩田剛三が竜と名付けた四国拳は極めて激しい気性で、本人以外には絶対に近寄らせず、人気のない公園に連れて行っては自らにけしかけ、その飛びかかってくるのをかわし、最初のうちは手も腕も足も体中傷だらけになり、やめ、その利口な犬に満足そうな顔をさせていたと言いますが、毎日行っているうちにだんだんと傷を負わなくなっていったという。皆さんにはおすすめしないと言っていますが、果たしてこれを聞いてやろうなどという人はいるのでしょうか。そんな塩田剛三は拓大時代、柔道の木村正彦、そして空手の福井勲とともに拓大サンバガラスと呼ばれていたといいます。当時無名であった合気道を修行していた塩田剛三がそのように認められるようになったエピソードとして、福井勲は中山雅俊や高木正智とともに拓大に初めて空手部を作ったといいますが、喧嘩は通が癖があり、柔道や合気道はどう手を取らいと振り回っており、それを聞いた塩田剛三が、じゃあやってみようかと体育館で立ち、福井勲が右の正拳突きから前切れを狙ってきたところ、それを左へ避けて右腕で拳を挟むようにして左腕で左肘を叩いたらポンと飛んでいったと言います。それにより福井勲はしばらく肘を痛め、その実績より塩田剛三は拓大サンバガラスの仲間入りを果たしたと言います。その後拓殖大学を卒業した塩田剛三は軍部からの要請により中国、台湾、ボルネオ島などに派遣され、合気道の普及に努めたといい、その出立の際に
師である上柴森平にいつになく優しい目で、塩田藩、あんたは誰にも負けんのよ。それだけのものをわしはあんたに授けたんやから。しっかりやってきなさい。という言葉を受けたまり、これ以上嬉しいことはなく、それまで怒鳴られるばかりだった塩田剛三にとって初めての上柴森平からのお墨付きである。その言葉が心の支えとなり、以来誰と立ち会おうが遅れを取ることはなかったといいます。そして昭和26年に愛木神社の神殿にて上柴森平直々に九段の審査を受けることになる。勃剣では一歩動くことができなかったものの、体術は隙を探り、塗りはでき、切ると思い、下から顎を突き上げてやろうと思った瞬間に、よしと止められ、立派なもんじゃとうなずかれ、剣はまだまだだが、体術がこれぐらいできればいいじゃん。九段をやろう。その代わり、これからもっと剣を修行しなさい。と、その上柴森平直々としては、最後の免状を受け取ることになったといいます。さらにその戦いの遍歴については、ある日見学に訪れ、最初は懐疑的だったものの、本物であるがゆえに本物を見抜き、最終的に入門にまで至ったという30歳を超えていたソ連の参謀、レスリングの猛者である巨大の A さん。ある日、館長室に、できれば一度だけその手を握らせていただくわけにはいかないでしょう。つまりは技をかけてくれと言われ、気の済むようにしなさいと差し出し、恐縮に恐縮を重ねる形だったために、なんだいこの程度。あんた、体は大きいのに、あんまり力がないね、と煽り、その結果、万力のようなパワーできたその瞬間、さっと時計を返し、180センチ、100キロ以上の巨体が1回でした。その人並み外れたパワーが全て本人に返っていき、館長室の床がその衝撃へ揺れたといいます。まさしく、文字通りの渋川豪輝の再現。いや、実際は立ち位置としては逆と言えます。指を即剣となし、肩で相手をひっくり返し、足の指一本で相手を制し、掴んだ手をくっつかせ離さず、8対1の大男を手玉に取る。その極意、タイミングについては、相手が 100% の力を出すちょっと、その出花をパンと叩くと話しています。これが決まった時の衝撃については、渋谷公会堂で演舞を行った際、その時点で警視庁の師範をやっている井上という男に木製の担当で切りかからせ、横目打ちで受ける。担当が吹っ飛んでいき、その木製の担当がコンクリートの壁に突き刺さったという。差し物塩田剛三も驚きを隠せなかったという話です。さらには少林拳の男が座っている塩田剛三に突きを放ってきたと。その伸びきったところを狙って正面から手のひらを合わせ、後ろに吹き飛ばした。上海の街角ですれ違いざまにジャックナイフで襲われて際、入り身でさばき、伸びきった腕を右手で引き、左裏剣を相手の陣中に叩き込み、地面に転げ回させたり、埼玉県の朝霞キャンプで演舞を披露している際、後輩がフックの一撃で KO され、はーいパパさんと挑発されたために闘志を持って立ち向かい、ジャブをかわして懐に飛び込み、残った右手を取り、体を一斉させ、四方投げで叩きつけたり、まあなんていうか実戦でやりまくってますね。これまさしく実戦の見解。最後のジャブをかわして右手を取ったことに関して、その左が牽制でしかなく、その後に狙う右のパンチを握っていたためにそちらを取ったと説明したい。その動き、考え方は臨機応変、融通無下、そしてその投げ技は
対柔道に対しても非常に有効で、道場を作る前、昭和26年に日本公館にて柔道部の連中に真剣勝負のつもりで演武に出る。柔道6段の主将が掴みに来たところを四方投げの変形で腕を肩に担ぎ、肘を決めたまま投げてポキッと音をさせ、副将の柔道5段関東大会優勝、空手3段、剣道3段、相撲3段の空手の突きをかわし、肘当て呼吸投げで投げ飛ばし、見事食卓となったといいます。その中でも最も有名な逸話の一つとして、昭和37年にロバート・ケネディが養親館を訪れた際、その実力を試すために190センチ100キロのボディーガードの相手をし、座り状態から腕を取る。その瞬間にボディーガードは血を這わされ、何でやっても同じことの繰り返し。その様子を後にロバート・ケネディ、その小柄な先生に、私のボディーガードはまるで雲をピンで貼り付けたように、いとも簡単に取り押さえられてしまったと語っています。そして平成2年2月7日には世界タイトルマッチを翌々日に控えた3団体統一王者であったマイク・タイソンが訪れたという技を披露し、それにマイク・タイソンは、これだ、特に呼吸投げに関してはこれはタイミングの技であって決して力技ではないと話し、演武の最中もその足運びに必死に目を凝らしていたといいます。その力の出し方、極意について正田剛三は力を抜くことと語っており、師匠である上島守平に4か条がもっと力を入れる、それくらいしか力がないのかと焚きつけられたそのチャンスに力を入れるふりをして、上島守平が力を入れ、そこにさっと乗っかったあの上島守平をコトンとひっくり返してしまったといいます。その異常事態に上島守平はそんなばかりという顔をして見上げる。塩田剛三は一本取った得意満面、後になりさっきの技は見事だと褒めてくださったと言います。合気道に試合がないということに関して、それを行えばルールの規制が生まれ、危険防止のために禁じ手が作られ、そうなったらもはや合気道ではなく、禁じ手がないからこそ護身術として効果を発揮すると述べています。そしてその勝負論について木村正彦、試合はそのまま勝負だ、試合で負けることは死ぬことと同じと思った、その覚悟でやっていたから試合では一度も負けたことはなかったという言葉を受けて、死ぬと言っても死に直面したことのない人間にはその覚悟もわからないと語っており、頭で理解してもらおうとしてもダメなんだ。命がけっていう言葉は簡単だけど、それを実行に移すには自分をなくさにはいかんと、その支援を言い表しています。さらにはその極意の一つである自然体について、自分の方からこの技をかけてやると気が先走ると技が後に来るから、そこにズレができる、息との関連性がない。しかし呼吸と動作が一致すれば、あとは相手との呼吸を合わせるだけでいい。相手との動きに応じて自分が反応できるわけだ。知らぬ間に相手の体を崩して投げることができる。これが自然体だ。最終的にその究極の技、それを塩田剛三は相手に敵対心を放棄させ、仲良くなってしまうと話しています。生まれた時の素直な気持ちを持ち続け、大きな夢を持ち、肉の宮に神を宿し、歩く姿をぶと出し、天地と一体となる。その究極の恋愛を突き詰め、そして最後の言葉として、もう合気道が実践で使われる必要はない。私が最後でいい。これからは我がの道として世の中の役に立てばいい。武道において最終的にたどり着く場所、到達点、
そこに至ったものを達人と呼びます。それは言葉としてはあり得ますが、杖学び続け、歩き続け、愚道し続ける武道においては、そこに至ることはほぼないとされています。しかし、塩田剛三の思想、技術、そのあり方はまさしく達人。それに呼ぶにふさわしく、余人には理解しがたい領域があると言って構わないと考えます。私はこれからも武道を追求し、追い求め、さらには達することができたもの、それを皆様に紹介していきたいと思います。ですので、ぜひ高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。